皆様こんにちは。今回の旅先は岡山県です。ここ倉敷美観地区は江戸時代から明治にかけての蔵造りの町並みが保存されたエリアです。町並み自体が観光スポットになっている場所は歩くだけでもとても楽しめるので好きです。歴史を感じる場所なのですが、京都とかとはまた違ったレトロ感があって興味が湧きました。景観を作り出している建物にも特徴があるようです。こちらのチェック柄のような壁はナマコ壁と呼ばれ、その名の通り盛り上がったところがナマコに似ていることからこの名前になったそう。土壁や板壁よりも燃えにくいといった機能性もあり普及したそうです。ひし形に並んでいるものもありました。多分機能だけではなくおしゃれな感じも出したい人が出てきたのだと思います。実際スタイリッシュに見えますし、こうした違いも面白いです。そして屋根に丸い瓦と平たい瓦が一緒に使われているのも特徴のようです。こうした一つ一つのエッセンスが合わさって街並みというのはできていくのだなと思いました。こちらは倉敷屈指の地主で大商人であった大原家の旧邸宅です。大原家は倉敷紡績、倉紡を創業したことでも知られています。部屋には大原家の人々が残した言葉が。言葉自体はシンプルなものが多かったと感じましたが、だからこそそうした単純なことに強い情熱を持って取り組んでいくことが大切だと言っているようにも思えます。実際に使われていたものがそのまま残っているようで、台所には釜が置いてありました。すごくぴったりはまっていたので、これって動かせるのだろうかと少し疑問も出てきました。そのまま外に出たのですが、そこもすごかったです。一つの家の中とは思えないほどの景観があり、引き込まれます。本当に街歩きをしているかのような感覚になりながら、蔵の連なる石畳を奥に向かって進んでいきました。こちらは離れです。オレンジがかった壁が特別な場所であることを感じさせます。目の前に庭が広がる思案の間です。静けさの中に緊張感も感じられ、感覚を研ぎ澄ませるのにとても良さそうでした。そして何といってもこの庭が素晴らしい。奥へ抜けていく感じが好きでした。よく見ると下も上も緑の密度がとても濃く設計されているようで、自然と重厚感を感じていました。それに伴って庭にはっきりとした存在感が生まれているように思えます。この日も庭師の方が作業をされていて、自然をうまく使って美しさを作り上げる技術に感銘を受けました。11月に入ると庭の木々が紅葉するそうなので、それも見てみたくなりました。地区を流れる川で米や麺などを運び物流拠点として発展した倉敷。江戸時代に使われた高瀬舟を再現した船で川を巡る体験ができます。今回これにどうしても乗りたくて、朝からチケット売り場に並びました。チケットはこの観光案内所の中で買えます。いってらっしゃい。これからですね、しばらくの間、船の上からの景色をお楽しみください。船頭さんが船を漕ぎながら倉敷の歴史や建物について解説してくれます。こちらは倉敷民芸館。昭和23年に開館したもので、
日本で2番目に古い民芸館なんだそうです。倉敷の古民家再生の第1号でもあるようです。船から見ると街の様子も違って見えました。視線が低くなるからか、建物の下の方まで含めて全体がよく見えるように感じます。船から水面までは思っていたよりも近かったです。泳いでる鯉にも迫力を感じます。船着き場があった場所の近くには大きな木があり、船を係留したためじんわりと曲がっているとのことで、こうしたところにも歴史が刻まれています。この中橋は映画やドラマの撮影でもよく使われるそうです。橋の下をくぐり抜けていく時の景色は船に乗ったからこそ見れるもの。少し冒険っぽさを感じながら進んでいきます。こちらの今橋は昭和天皇が皇太子であった頃に倉敷に来るのに合わせて作られたそうです。欄干の上部には菊の紋が彫ってありました。また大原家孫三郎氏の江戸にちなんで20体の竜が彫られているとのことでした。川巡りはおよそ20分ほどでしたが、倉敷のことを知識としても体感としてもよく知ることができ、とても満足しました。歴史を感じる見た目のカフェに入ります。2階から見える街の様子も綺麗です。岡山といえばシャインマスカットということで、1日5食限定というパフェを食べました。シャインマスカットの甘さと香りを十分に堪能できるだけでなく、白ワインのゼリーが爽やかでとても美味しいです。値段は3000円ほどでしたが、だからこそ忘れられない思い出になりました。こちらは一緒に頼んだバナナスムージーです。バナナの感じとミルクの感じがとてもよく合っていて、こちらも美味しくいただきました。店内を見ていて驚くことがありました。卓越した技法で芸術としてのガラス工芸を発展させたエミール・ガレの作品がいくつも展示されていました。手間をいとわず自然の彩りを大切にしているガレの作品を置くことで、この店の商品作りの象徴としているそうです。次の目的地に向かっている途中、倉敷川の中に白鳥を見つけました。美観地区では空と夢というペアの白鳥を飼育しているそうです。白鳥ってこうやって足を使って水の上を進むんですね。この様子とても可愛かったです。さらに最近ヒナが生まれたようです。とてもふさふさしています。遊んでいる姿がとてもほのぼのとしていました。次に訪れたのは備前長船刀剣博物館です。入館料は大人が500円で、備前長船の名刀が展示されています。備前は平安時代から刀剣製作が盛んで、特に南北朝から室町時代にかけて最盛期を迎え、備前刀は全国的に高い評価を受けたそうです。私は全然詳しくないのですが、刀ごとに比べてみると刃文の違いなどがよくわかりました。気に入ったのはペイズリー柄のようなこの刃文です。複雑な感じが好みです。先端部分などにも個性があるようで、美術品としての美しさを感じることができました。またこちらでは毎月第2日曜日に
伝統的な刀作りの作業を公開しています。まさに刀作りのイメージそのもの。鉄を打つときに飛び散る火花は迫力がありました。この作業により鉄の中の不純物を取り除くのだそうです。さらに切れ目を入れて鉄を折り重ねていきます。実際に分厚い鉄が折られて重ねられていく様子を見ると不思議な感じがします。こうして鉄を鍛えていくことによって日本刀の美しさが出来上がるそうです。静かな中に鉄を打つ音がリズムよく響いて職人らしさを感じます。1000年以上も前からこうした刀作りが行われているとのことですが、今回この作業を見て、物が残っていくということは人の中に思想や技術が伝承されることだということを強く思うようになりました。さらに他の職人さんの作業の様子も見ることができました。研ぎを行っていた方は何度も目の前に刃を持ってきて調整しているようでした。刀の幅木も作っていました。装飾の細かさには驚きです。日本刀の魅力をすべて体感できるような博物館だったと思います。岡山駅に戻り訪れたのは日本三名園の一つ後楽園です。大きな池を中心にその周囲に道を巡らせ、歩きながら庭園全体を鑑賞できるように設計されています。自然のものと人工的なものが違和感なく共存しているような独特の美しさがあるように思えます。藩主の居間として使われ、最も重要な建物だった延養亭です。園遊や接待にも使っていたそうで、ここにも自然との調和が感じられます。祐天は夏の暑さを和らげるために作られた涼みのための場所で、江戸時代から現存する建物の一つです。中と外との仕切りはあまりなく、とても開放感があります。建物の中には水路があるのですが、そこに石が置いてあって、より自然らしさがあることが興味深いです。当時の人の価値観とか考え方を知りたくなりました。葉が流れているところもとても味わい深いです。外を見ると菖蒲の花が咲いていました。6月上旬から中旬にかけて約3000株、100品種の花菖蒲が咲くのだそうです。菖蒲のしっとりとした質感がこの庭園の雰囲気にぴったりだと思いました。後楽園は自然を取り込みながら自然の中に存在しているというような絶妙なバランスが作り出す場所のように感じられて、その不思議さにすっかり引き込まれました。夕食は岡山駅近くのお店に行きました。こちらはサワラの塩たたき。
旨味も密質もしっかりとしていて、一切れのサイズも大きく満足でした。サバの炙りは焼き加減がレアに仕上がっていて、油の旨味としっとりとした食感が絶品です。お店のおすすめと書かれていた白レバーです。濃厚な味わいに加えて、野菜が風味と食感に立体感を与えていて美味しい一品でした。旅先で美味しいものに出会えると、その旅行の感動がさらに増えると思います。日が沈み、美観地区には穏やかな明かりが灯っていました。ぼんやりと浮かび上がる建物はノスタルジックな雰囲気を感じさせます。水面を覗けば、向こう側にもう一つの世界が広がっているかのようです。照明のデザインは、東京タワーや姫路城のライトアップを手掛けてきた石井素子さんによるものだそう。夜の散歩を忘れられない体験にしてくれました。この鳥も夜の散歩を楽しんでいるようでした。今回は美観地区にある倉敷アイビースクエアのホテルに宿泊しました。ここは明治22年、1889年に建設された旧倉敷紡績所の本社工場跡を再活用した施設で、日本における産業遺産活用の先駆けとも言われているそうです。部屋の設備は清潔で、シャワーの他に大浴場もありました。ホテル内にはバーもあります。そのバーからライトアップされた中庭に出ることができたので、お酒をテイクアウトして外に出ました。柔らかくライトアップされた空間で、ゆっくりとした時間を過ごすことができました。次の日、町を離れて森の中に入っていきました。目的地はこの階段を登った先にある備中松山城です。この城へ続く階段が意外ときつくて、軽く息を切らせながら登っていきました。山の土地を利用した石垣は大きなパーツが組み合わさってできたように見えます。自然な立体感のある興味深い形でした。ここからの階段も地形のためかうねりがあり、敵の侵攻を拒んでいたのだと実感できます。天守が見えてきました。こちらは日本で唯一現存する山城の天守で、国の重要文化財に指定されています。門をくぐった先に待っていたのは、この城の猫城主、三十郎です。この場所が気に入ってすっかり居ついてしまったそう。なんだか平和な世の中になったことを象徴しているみたいです。こちらの現存する天守は、江戸時代初期の1683年に再建されたもの。堅牢な防御と美観を両立させた造りから、山城建築の傑作とされているそうです。ここは装束の間と呼ばれていて、床下には石が入っていて、敵の侵入を防ぐようになっているそう。階段も傾斜が急になっていたり、
直角に曲がっていたりと登りにくさを感じる造りでした。そして2階には城の守護神を祀る祭壇がありました。3振りの宝剣をご神体として祀っているそうです。この場所では梁や柱の組み方の様子を見ることができました。釘を使ってない様子や木の形をそのまま生かしたような作りになっているのを見ると、この城の歴史をより感じることができました。お昼は岡山のご当地パンです。作っている木村屋さんは大正8年創業と聞き驚きました。中でも人気だというバナナクリームロールです。クリームはふわふわと軽い口当たりで、バナナの風味がしっかりと感じられます。焼きそばパンは素朴な旨味を感じられるソース焼きそばが、外側のパンの食感とよく合っていました。次は、県の天然記念物に指定されている鍾乳洞、牧洞に向かいました。また、ここは映画、八つ墓村のロケ地としても知られているそうです。中に入ってみると、まずその寒さに驚きました。1年を通してだいたい15度ほどのようで、半袖だったため寒かったです。洞内は青や赤、紫などカラフルなライトアップが施されていました。光の色は変化していき、天然の造形と人工の光による独特の空間が作り出されています。奥に進んでいくと少し雰囲気が変わります。こちらは千枚田という名前の場所。リムストーンプールと呼ばれる水たまりがいくつも見られます。水滴の落ちる音が中で反響して綺麗でした。そして水の透明度が高いのか、水面に洞窟内が映っているように見えます。そこに波紋が広がる様子はとても不思議に思える光景でした。鍾乳洞の中は天井が低いところがあります。通ったところで一番低かったのが120センチメートルでかがまないといけないのですが、これがちょっと冒険感があって楽しかったです。また、この雰囲気を生かしてコスプレ撮影のイベントなども行われているそうです。非日常感があるのでとても合いそうだと思いました。このような橋も撮影にぴったりだと感じます。どこに立ってもらって、どこを背景にしてなど、橋を渡りながらつい考えてしまいました。ここは洞窟の一番奥にあった恋人の泉と呼ばれる場所です。ドームのようになっていて、空間全体がライトで照らされています。異世界観が一層強まって面白いのでおすすめです。最初から最後まで飽きることなくとても楽しめる場所でした。岡山市内に戻り、吉備津神社に向かいました。ここには桃太郎のルーツとも言われる吉備津彦命が祀られているそうです。提灯にも桃太郎と書かれていました。本殿は国宝に指定されています。その特徴は左右対称の大きな屋根が2つ連なったような形をしていること。
美筆作りと呼ばれ、全国でもこの神社にしか見られないそうです。個人的には横から見た時にシンメトリーが強調されていて美しく感じました。美筆神社のもう一つの見どころがこの長い回廊です。本殿から伸びていて全長およそ270メートル、かつては360メートルあったそうです。一直線に伸びているのも特別感を感じさせます。周りの自然の景色を見ながら歩けるのも良かったです。屋根もついているので、雨の日の外の風景も楽しめそうだなと思ったりもしました。奇岩トンネルというちょっと不思議な場所もありました。たくさんかけられている絵馬には桃太郎が描かれ、祈願成就まで一生懸命に応援してくれそうだと感じました。今回の旅はここまで。倉敷美観地区のレトロで柔らかい印象の街並みに、備前長船の研ぎ澄まされた伝統、自然を生活にうまく取り入れたり、演出を加えることで全く新しい印象にしたりと、訪れたところのそれぞれに独自の個性があり、大満足の旅になりました。最後までご視聴ありがとうございました。